皆さんこんばんは、テレスノです。ひまわりです。さあ、今日はね、皆さんお待ちかねの木の、OSL 部分をやりますよ。始まり始まり。ただね、ちょっとね、これね、大きいじゃん。木が大きくて、カメラにね、映ってないことが結構あったんだわ。あと、すごいぼやけてたりとかしてて、結構ね、削除してしまった。まあ、しょうがない。見えないまましょうがない。まあ、それでも26分あるんで、よろしくお願いします。さあ、始まりました。まず最初は、グレーで塗りつぶしました。お次は、あ、そうだ。赤い部分の前に普通のハイライトだな、これ。上から当たってるイメージでハイライト。セーターに使ったのと同じレシピです。実はね。これは影だな。シェードみたいな感じだ。ここが実は今塗ってるのは白っぽい光。でも裏返すと紫色。でもちょっと赤いのもかかってるっていう。実はなかなか難しいとこだったんだよね。で、どうしたかというと、ひたすら、こっち側塗って、裏側の紫塗って、バランス見て、またこっち塗って、また紫塗ってみたいな繰り返し。特に小細工はない。塗り方としても特に変わったことはやってないね。ただ単にこの木の凹凸を拾うっていうことだね。使ってる色が見る目によって変わるぐらいだね。これあれだよね、その造形の人もよくすごいちゃんと木としてすごい作ってるよねと思って、すげえなと思って見てた。それなんかまあそうだね。じゃなかったらさ、こうやって木みたいに塗れないと思う。よくさ、35分の1のさ、10のさ、35分の1じゃなくてもいいけどさ、よく、ね、ツルツルのただの棒とかあるじゃん、瓦礫とかでも。それに木を描きなさいって難しくない？木に見せなさいって。まあ確かにそうだね。これもまあこう言っちゃなんだけど、適当に塗ってもまあ木っぽく見えるわな。ちゃんとしてるからね。やはりね。それが言いたかった。やはり我々は造形に生かされてるんだね。ここはちょっと見どころがあれだね。まあでも、今回そんな長い動画でもないので、まあ、なんか、ヨタ話でも。そうだね。そうこう言ってるうちにここは終わったか。これはまだ終わってないね。ハイライトだ。喋ることがないようで。まあ実際の木ってさ、茶色くないよな。よーく見るとね。うん。最初、木をこういう風に塗るの、ちょっと抵抗が、そうだね。あるかもしれないけど、実は木は茶色ではない。
でも今回のこのコンセプト的にさ、もう暗闇の中にいるからそもそも茶色で塗ることが違うんじゃないの？うん。これはね、そうなんだけど、実は以前塗ったね、他のやつも全体のバランス考えて木をね、こんなような色で塗ったことがある。ちょっと名前は忘れたわ。うん、忘れた。うん。本当この、なんつうの、石みたいな色で塗ったことあるんだけど、その時も自分に、いや、実際の木は実は茶色ではないって。これ聞きたかったの。なんで点々してんああ、点の方が雰囲気出るかなって思って。うん、そんな理由。うん。なんだっけ。実際の木は実は茶色ではないって自分に言い聞かせて塗ったら、なんだ、別に木なのになんかこの色変じゃないってツッコミが入ることもなく、だから大丈夫。これさ、上から目線で言うつもりじゃないけど、ほんとよく木のことを分かってて造形してるなって感じしない？木をよく見て、よく観察して作ってるのは大したもんだ。あれ、木のさ、皮むけそうじゃん。わかる？ベリベリって、さ、取れる木あるじゃん。っぽくない？ぽい。そうだね。大したもんだ。それは言い過ぎじゃないかな。これ多分最終ハイライトぐらいだと思う。このグレーさ、ファレフォのメカカラーっていうやつのグレーなんだけど、乗らないんだよ、これ。これエアブラシ想定されてんだわ、メカカラーって。筆で塗ること考えられてないんだよね。なんだけどね、すごいいいグレーなんだよ、このグレーが。なんか使わざるを得ない。だから、置く感じ。また、紫。これは、あくまでベースはグレーであるという考えのもとに、ハイライト第一段階にこの紫を使っているね。確かね、そういうつもりで塗ってんだけど、だんだんなんか、出来上がりこんなんじゃないでしょ、実際さ。だんだんなんか結局紫になっていくみたいな感じ。で、この赤い部分の影もこの紫使おうと思って、なんかかっこいいかなと思って。ここはエアブラシで2段階まではやってる。ベース、ハイライト1、2までは確かやってたはずだな。赤の話？そう。暗くなる部分に塗ってるのかいこれは？そう。つまり単純にエアブラシで吹いた赤が乗ってないところが暗くなると判断している。外した。外の風の音強すぎて怖いなと思ってゴーゴー言ってんのも。今日は収録日的にあれなんだよね。明日黄砂が日本にすげえ来るぞっていう4月20日ですね、今日はね。あんまり言わないのが、言っちゃったけど、動画になるのがいつなのか分かんないです。いや、別にそんな大した問題ではない。大した問題ではないっていう。この辺が、なんか言おうとした。
紫で影を入れる方が、造形は際立つけど、やりすぎると赤潰しちゃうなって思いながら塗ってたな。でもバッチグーじゃない？あ、バッチグーだね。これ左上のさ、村山首相みたいな眉毛、あれはマグネタイズされてんの？いや、あれは軸打ちだけ。よくどこのことか分かったね。多分みんなわかると思うよ。日本人なら分かるかな。ある程度の年ならわかるんじゃない？テレスのもたまに村山首相みたいな眉毛になるよね。なる。眉毛の手入れを怠るとなる。もっとここで突然つなぎの裏を始めたぞ。同じ色使ってるからでしょ？そうだな。これもすごいよね。一回さ、もう完璧ぐらいにさ、もう塗ったものの上に色を重ねてっちゃうもんね。もうこの辺はなんせこれ名古屋に持ってくって決めてやったやつだから、ちょっとでも気に入らないところだったらやり直しを辞さない覚悟でやってたな。このクリーナーってワンフェスで買ったんだっけ？通販で買ったんだっけ？通販っていうか、あ、これブースで買った。うん。いや、もうワンフェスもそうだし、ブースもだけどさ、買っといた方がいいよね。何を？ちょっとでも欲しいと思ったら。まあ、それは、こう、ガレージキット、界隈の人間はみんな、分かってると思うけどな。これ、多分前の動画で言ったね。最終的につなぎの影は紫にしてしまうって言ったところだな、これ。やってる。ああ、言ってた。うん。あれ？これでも青光なんだよね。違ったっけ？これはなんか散々話してる気がするけど、青い光が当たってるイメージではやってない。来た、そのなんだかコメントくださいって言わなかったっけ？言ってなかったっけ？これを言ったっけ？まあ言ったとしてもそれに関するコメントはない。次のカウンター。まあこれもなんてことはない。次の段階のハイライトだね。まあ造形がね、しっかりしてるから、塗る方は適当に塗るだけで良くなる。見て、ほら、この拡大のやつすごくない？造形が？ああ、すごいね。やっぱ藤本さんはすごいや。まあ結局これはあれだよね。どこをどう青くしてどこをどう赤くしたかぐらいの感じだよね。なんかお待ちかねとか言ってたけど、そうだな。塗り方がすげえとかではないね。これどうやったんだろう、どうしてここを青くしてるんだろう、赤くしてるんだろうと疑問の底のあなた、この動画の一番最初に説明しております。ああ、このシリーズのね、最初に一通りこの作品について語る動画があるね。これは多分今後もやる感じだな。そこで説明したのをちょっとちらっと言ってくれればなと。あ、そういうこと？最初に写真撮ったって言ってたじゃん。写真？
どこが明るくなってどこが暗くなるか確認するための写真を撮ったって話かい？うん、撮ったよ。最初黒サフで塗りつぶした後に、いやそこまで詳しくなくていい。うん、まあ、そういうことをやって、それをの写真とかを見ながら当たりをつけたわけでしょ、この木の。そうだ、そう、うん、そうだよ。うん。あとはね、そうは言っても、やりながら調整してますから、最初に撮った参考にするための、さっ吹いた写真が全てではない。この手袋履いてるでしょ？これ、そのうち品切れになるのかいこれ。まだいっぱいあるからいいけどね。今ね、戦争でね、連日ね、なんか家が建たないとか、いろいろそういう動画見るもんね。うん。そういう動画見るけど、普通にその辺マンションとか建ててんだけどなーって思ってね。何やってんのこれ。ちょっとわかんないね。いやー、何してんだろうね。最初のベースの色かな。かな。まあ、ご想像にお任せします。いや、多分もしかしたらさっきなんか急に色変わってんなと思ったからなじませてんのかもね。ああ、そんな感じがね。今入れてるハイライトがさ、急にガボーって色変わったなって感じしてなかった？さっき見てて。そう、全然、なんも思ってなかった。今塗ってるモデルの木とは全然違うな。当たり前だけど。今ね。話すことないからって次の今塗ってるやつのやつにしないで。いや、結構面白いかもしれないよ、この話。いや、今考えてんのはね、今やってんのは、このクリーナーみたいな強烈なスポットライト的な光の当たり方じゃなくて、もっとぼんやりした光を感じさせる塗り方してみようと思ってんだけど、うまくいってんのかいってないのかよくわかんないな。あんまり面白い話じゃなかったな。相当時間かかってんな、そしてな。今塗ってるやつね。こんなにかかると思わなかったな。ここの影部分は影部分で、ハイライト入れてるから影じゃないっていう感じなんだけども、赤と紫の部分で、こう、それぞれ違う展開をさせていきたいと思っている。これも、物理的にはおかしいかもしれないね。ここがこんなに明るくなるの。これ見栄え重視だね。で、おかしいかもって思ってるけど、ちょっと塗ってみると、なんかすげえ良くなったって思っちゃってさ、やっちゃうんだよね、ついつい。これなんとなくさ、緑かかってるような気がするな、気のせい。それは前話に出た
グレーって言ってるけどどう見ても緑に見えんだけどって言われた色を使ってるからではなく、そう、この蛍光塗料です。非常にノリが悪いです。なぜ蛍光塗料を使うんですか？思いっきり明るくしたいから。それだと蛍光塗料なの？例えばオレンジ使うのとこの蛍光の赤使うのと言葉にできない発色の違いがあるんだよ。言葉にできない、参考にならんな。今回の場合はせいぜい最大ハイライトはオレンジ色に留めておくっていうのはまず決めてて、だから赤からオレンジ、黄色、限りなく白に近いっていうところまでは持っていく気はなかったのね。明るさとしてはオレンジまでなんだけども、すごく色鮮やかにしたいとなると、蛍光という選択になるんだよな。今ずるいという思考しかなくて、うちさ、チップなんていうのこれ作ってるじゃん。そう、カラーチップ作ってんじゃん。カラーチップを参考に私いつも色を決めるじゃん。蛍光塗料のチップないじゃん。永遠に私この答えにたどり着かないんだけど。じゃあ今日から真似してください。ずるいここに縫ってる本人がいて塗料もあって動画もあるんだから。なんで教えてくんのかと思う。だってこういう塗り方しねえじゃん。誰？あなたは。いや違う。赤のハイライトっていつも困るんだよ。オレンジにするのかピンクにするのかみたいなさ。違う。これはこういう風に光が当たってるようなところで塗るときはいいよ。でもただの赤いマントとかでこれやっちゃったら、なんでこれマントだけこんな色鮮やかなのっていう話になっちゃうよ。全体もそうしないとダメよ。ただのハイライトを入れるには違うってこと？蛍光塗料を混ぜるっていう方法もあるんだわ。それはその既存の赤よりももうちょっと鮮やかにしたいっていう時にやるんだけど、じゃあで結局いつタイミングで使うの私だったら。OSL やるときだよ。口ボカーンってしてるけど。したらさ、ただ普通にさ、赤いシャツパーカー着てました、ハイライト入れますには使わないってこと？あんまり使わないんじゃないかな。色変わってるね。ただ海外の人で、ほっぺの赤み入れるときに蛍光の色使ってる人はいるよ。すっごいやってる。そこだけものすごい色鮮やかにしたい場合。はい、そうですかって顔してるけど別に聞いてくれるよね。ここ使ってみればとか言うけど。聞いてみればって一体どっからその聞く発想が出てくるのだって。そうか。一応今のやりとりよりはちょっと心に留めておこう。ちゃんと覚えといてよ。なんでなんかおかしくないか立場逆じゃねえそうね。今後あなたが塗ってるのを見て、ここは使ってみたら面白そうだと思ったら口出してはみる。口出しても、いや、これは使わないとか言いそうだけどね。今日学んだからもう別に、あれだ。そんなこので、この赤のっていうかハイライト入れていくだけでこの動画はもう終わってしまいますけれども、今回の木に関してね、なんかどうですか？
お、蛍光塗料はちょっと乾燥が遅いです。あと一晩置いたら印象変わる。なので、そこ注意かな。言った矢先に嘘ついたわ。青いのこっちに戻ってきたわ。まだもうちょっとだけ続くんじゃ。結構攻めたハイライト入れてんな。確かこれでやめてたと思うんだけど、それもまだやりたいという気持ちを抑えてやめたような気がする。これ以上やったら変になるぞって。なんか筆さばきがなんか上手い人みたいあれ別にああ、そうか。ちょい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 って手慣れた感じでちょい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 ってやってね。こんなもんでしょって感じ。いや逆に随分なんか雑だな。なんともね、点とそうじゃないような中間みたいなイメージになってるんだよ。すごい適当に見える。まあ適当じゃあ適当だな。ということでそろそろ終わるけど、蛍光塗料はね、各社あるんだよな。ファレフォ、スケール。ファレフォのやつが自分は一番合ってるかなって思いますね。ここのさ、今赤とこの青がさ、紫がさ、交わるとこ、ここ一番動画にした方が良かったんじゃないの？いや、そこ山梨だからな。またずるいって言われそうだな。ということで、楽しんでいただけましたか。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。テレスオンでした。ひまわりでした。またねー。